MV ログ MB サポートビデオブログ。こんにちは、MB サポートの管理人です。前回配信環境を整えるべくタブレット PC 用の USB ハブとキーボードを購入しました。見てくれましたか？あと予備のマウスもね。そしてこんな感じで YouTube ライブ配信ができるようになったわけですが、このマイクスタンドが邪魔なんですよ。もちろん今みたいにナレーションを録音する場合は、このマイクスタンドはしっかりしていて重宝しています。しかし、キー操作が必要な実況の時にはね、そこで購入したのがこちら。マイクロフト・ホームズ・プロフェッサー・モリアーティ。違ってた。シャーロック・ホームズファンの管理人にはそう読めたけどね。ふふ。マイクスタンドあるいはマイクアームというものです。私はコンデンサーマイクではなくダイナミックマイクを使っているので、この手の商品で対応できるのか正しい知識を持っていません。これがあるからいいのかな？ポップアップガードは付属しません。この箱は汎用かな？今回はシールが貼られていないため、乱暴ナイフの出番はありません。残念。まずはこれ。メタル製テーブルクリップです。クランプ。机の天板に固定してアームスタンドを支える部分です。クランプとも言いますね。あらやだ。何か落ちたわ。マイクホルダーを落としてしまいました。まだ何かあるね。商品説明書にレビューと星5つのお願いと。そしてこれが商品説明書の中身です。これだけ書いてあれば十分ですね。これがアームスタンドです。バネの力で広がりました。筋トレかな？うわ、バネの力。フレームは結構細いですね。そしてこれがマイクホルダーです。これは卓上マイクスタンドにも付属していました。最大荷重は約 2kg とあります。管理人が使用するマイクは2013年に購入したシュア SM58 です。使われることなく4年間箱の中にしまってありました。329g、余裕ですね。スイッチ付きのマイクでもスイッチを妨げることなくセットできました。すごい。1万円のマイクを1000円のアームスタンドに設置するのはそこそこ勇気が必要です。じゃない？メタル製クリップはこのハンドルを回して机の天板の厚みに対応します。天板の表面に当たる部分はクッション性の高い素材が貼られています。すなわち天板の表面に傷がつくのを防ぎます。この穴にアームスタンドを設置します。ネジを締めて固定する仕様です。説明書によるとクランプは 5.5 センチまで対応とありますが、無理っぽいですね。4センチくらいまででしょうか。
私が使っている机の天板の厚さは約2センチと薄いですが、丈夫なので問題ありません。本来はコンソールテーブルですが、かっこいいから机として使っています。こんな感じで固定します。天板の裏に傷がつくのが嫌な場合、あるいは天板が薄くて弱いと思った場合、これくらいの木材をかませればいいんじゃないかな。知らないけど、ふふ。うまくいったね。そしたら、メタル製テーブルクリップのネジを緩めて、アームスタンドを設置します。都合により私は向かって左に設置したいわけです。つまり未読本を机から移動する必要がありました。これで綺麗になったね。それでは先ほどの作業と全く同じことをします。脇にルーターがぶら下がっているので思った以上に手こずりました。固定できました。アームスタンドを設置すれば大体終わりです。よし。ネジを締めて、最後にマイクホルダーを取り付けます。右に回らなくなるまで締めます。今は動きますが、ネジを締めれば固定されます。ネジを緩めている今、いくらでも回ります。それではアームスタンドがどのように動くかを見ていきましょう。メタル製テーブルクリップのネジを緩めれば横に360度動きます。このネジでアームスタンドを固定しています。あ、まだ緩いかな。アームスタンドの根元はこんな風に約90度動きますが、固定するネジがないためバネの力で戻ってしまいます。マイクの重さを利用すれば寝かせた状態をかろうじて維持できます。次はアームスタンドの中間地点の動きです。ここね。中間地点より下のアームを手で押さえて動かすのが無難です。揺れちゃうからね。これくらい動きます。2箇所の動きを合わせればこんな動きも可能です。中間地点はネジ止めできるので角度を固定できます。筋トレじゃないってば。固定ネジは左側にあります。つまり机に向かって右に設置するのが一般的かもしれません。今回の私の設置場所だと固定ネジが裏にある状態です。まあこれでも不便だとは思いませんでした。あ、ごめんなさい。遊んでました。最後にホルダーをつける部分の動きです。上下に180度ほど動きます。中間地点と同じく固定ネジがあります。このネジを緩めることで先ほどの上下の動きと横方向に360度回せます。ダイナミックマイクをしっかり固定できる角度にマイクホルダーを調節できます。これ購入する前に知りたかったところです。ホルダー部分も上下に動き角度を調節できます。まあこれは卓上マイクスタンドでも知っていたことです。マイクホルダーはネジ式でアームに固定しますが、固定する棒が360度動くので
ホルダーが緩むわけではありません。ここのネジを締めれば、縦と横方向の動きを固定できます。ダイナミックマイクをアームより上に固定してみます。よりダイナミックに動かしましょう。いい感じです。アームとは別にホルダーが上下するので好きな角度に動かせます。アームより下に移動してみます。これもいいでしょう。こうして卓上マイクスタンドからマイクアームに変更できました。ここで腕をこんな風に動かせます。キー操作の邪魔となるスタンドはありません。セーフ。セーフ。ストレスないね。手前にも奥にも動かせます。ポップガードは以前購入したものです。挟むタイプのものです。最後までご視聴ありがとうございました。本当ありがとう。写真と文章による説明を私のウェブサイトに掲載しています。興味のある方は概要欄にリンクを貼るので参照してください。目つぶし、目つぶし、目つぶし、目つぶし。それではバイバイ。マイクアームをつけたまま維持する場合はマイクケーブルの長さにも注意しましょう。私は普段卓上マイクスタンドに移動してしまいますけどね。友情出演のネスター125さんには許可取ってませんけどね。